皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画は知らなければ誰でも騙される、いや知っていても騙されるかもしれない深刻な詐欺犯罪について情報をシェアしていこうと思います。何も情報がない中で狙われたらほぼ騙されるのではないかと思うような犯罪手口が世界中で増えていますので、警戒度を上げなくてはいけません。ここ数年被害者が増える一方で減らないと言われている特殊詐欺は、警察官役や弁護士役などが登場したりして被害者に心理作戦を施し被害を拡大してきたわけですが、それでも冷静な人は見抜くことはできました。ところが AI を使った詐欺行為はもはやなすすべなしと思ってしまうほど誰もがその被害に遭う可能性が出てきており、日常に危険が盛りだくさんになってきています。被害や冤罪に遭わないための対策も含めて情報をシェアしていこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。さて、ウトロの紛争が始まった頃からよく聞かれるようになってきたのが偽旗作戦という単語だったとも言います。合わせてフェイク動画というのも聞くようになりました。インターネットの普及や SNS の使用ユーザーの増加によって情報の拡散が容易になったことで便利になった反面、洗脳やマインドコントロールのツールとしてろくでもない輩たちに利用されるようにもなってきました。商品の広告などにマインドコントロールされて、思わずお店でその商品を手にしてしまったというくらいなら許せますが、人生を狂わされたり財産を奪われたりするとしたら穏やかではいられないと思います。最近では AI 技術の発達が目まぐるしくなってきておりまして、そのメリットも大きいのですが、それ以上にデメリットが大きくなってきています。今回はそのデメリットにフォーカスしていこうと思います。2024年はとんでもない変化が起きる年になりそうだということを感じましたので、新年の一発目として1月1日に配信した動画は AI について取り上げさせていただきました。そちらの動画もぜひご視聴いただきたいのですが、 AI について興味があるないにかかわらず、これからの時代で生きていく上では関わらざるを得なくなります。だとしたら便利なものにもなるし、凶器にもなる AI についての予備知識は必要です。そして今回取り上げる AI による犯罪増加はシャレになりません。過去の特殊詐欺は一般常識に欠ける人、小芝居でマインドコントロールされやすい人が被害に遭ってきたわけですが、今回取り上げる AI を使った犯罪からは誰も逃れることはできないのではないかと思います。ただ 100% ではありませんが、打つ手がないわけではありませんので、その方法のご紹介もしたいと思います。まず基本的なことだけ押さえておきます。今回特に関わりがある生成 AI というものですが、正しくは生成的人工知能と言います。ウィキペディアによると、生成的人工知能または生成 AI はプロンプトに応答してテキスト、画像または他のメディアを生成することができる人工知能システムの一種である。生成 AI モデルは入力された訓練データの規則性や構造を学習し、同様の特性を持つ新しいデータを生成するジェネレーティブ AI、ジェネラティブ AI とも呼ばれるということになります。よく聞くチャット GPT がこれにあたります。この生成 AI で何ができるのかというところが重要となるのですが、何ができるかということでその一部を紹介すると、1、簡単なビジネス文書やシナリオ、論文までも書き上げてしまいます。2、画像を加工して人物を消去したり加えたりできます。3、動画をストーリーに沿って編集ができますなどがあり、これは AI ができるほんの一例に過ぎません。このようなことを踏まえて犯罪になってきているのがディープフェイクという技術です。名称の通り偽物を作る技術が恐ろしいわけです。 AI は技術でありツールであるので、それをどのように使うかによっては人類にとって幸せにつながるか地獄につながるかということになります。ディープフェイクとはコンピューターが自ら学んでいくというディープラーニング技術を活用して作成された合成メディアです。例えばドラマ上の俳優さんを自分の顔にすり替えることができたり、自分が動画内で話してもいないことをまるで本当に話しているかのように口を動かして動画を加工することができてしまうのです。いたずらでやっている範囲ならいいのですが、これが犯罪に使われたりしたらどうでしょうか。しかもこれらの技術は日進月歩の発達をしており、もはや人間の目では真贋の見分けがつかなくなってきているというのです。今回特に皆さんにお伝えしたいのは、音声のクローンを作ってしまうという技術利用です。これらの技術を特にディープフェイクボイスと言います。どのように作り出されるかということを理解することは、
対策にもつながるので重要です。なんと3秒程度の皆さんの音声データがあれば、一致率約 85% の音声を合成することができてしまい、10秒もあればほぼ自然でクリアな音声が作成できてしまうというのです。オレオレ詐欺が未遂に終わるケースとして、明らかに息子ではないということを音声で異常がわかるわけですが、本人の声をほぼ完璧に合成されてしまったらもうお手上げではないでしょうか。そしてターゲットのパーソナルデータもある程度把握できていれば会話までできてしまいます。あまり長く話をしているとバレるので、そこは心理戦で慌てている状況を作り出し、余分な会話はしないなどすれば難なく騙せるというわけです。恐ろしいですよね。セキュリティソフト会社のマカフィーの調査によりますと、日本のオンライン音声詐欺の遭遇率は世界7カ国で最も低く、自分自身が遭遇は 3%、知人が遭遇は 5% で、世界平均の約3分の1ということらしいのです。そして SNS やボイスメモをオンライン共有している率は、ご覧の通り世界平均の半分程度となっています。これらのデータと私が感じる肌感覚は合わないのですが、客観的データとして参考になります。犯罪手口としては、非常に困っている感じのボイスメモを SNS 等を通じて、指定先に電話をさせるというような使い方をしているようです。もちろんこういった手口は、ディープフェイクボイスの技術向上に伴って進化すると思われますので、常に情報のアップデートが必要になってくると思います。ところで、詐欺グループというのは、どうやってターゲットの音声を手に入れているのでしょうか。場合によってはターゲットの家族構成など、いわゆるパーソナルデータが必要になると思いますよね。その方法は考えてみればいくらでも方法があることがわかります。例えば SNS などにアップロードされた動画などから音声データを抜き取ることができますし、YouTube での配信や Facebook、X などにアップロードされた動画からなど多岐にわたるのではないでしょうか。そして恐ろしいのは、犯罪に巻き込まれることもあるかもしれません。以前ヒットしたアメリカの連続ドラマで24というのがあったのですが、主人公のジャック・バウアーが大統領へのテロを実行しているという監視カメラの証拠映像によって指名手配されるというシーンがありました。まさにそれと同じことが起きてくる可能性があるということです。そうなると狙われたらおしまい、諦めるしかないということになるかもしれません。それを防ぐには、あらゆることを想定して対策し、常にアリバイを作っておくという、まるでゴルゴ13のような立ち振る舞いをしなくてはいけなくなるかもしれません。ただこのディープフェイクボイスに関する犯罪は、今のところ英語圏で被害が急増しているということで、日本語の難易度の高さによって救われているのですが、日本語への対応は時間の問題ですから、次に被害に遭うのはあなたかもしれないのです。そして広がる被害状況は、個人だけでなく企業も被害が出始めていますので注意しなくてはいけません。そして肝心な対策としては、1、中国製アプリ、携帯電話の使用はすぐにやめる。2、中国製のインターネットルーターなどすべての通信機器の使用をやめる。3、自分の声、映像、画像をネット上にアップロードしない。4、知っている者同士にしかわからない合言葉を決めておく。5、上記のことを家族間で徹底する。6、そしてその伝言リレーをする。などが挙げられます。まず1と2については最低限徹底しないと話になりません。中国製のあらゆる電子機器にはデータを共産党に送ることが可能な機能が搭載されています。厳密に言うと、その機器を調べても盗聴マイクがあったりするわけではなくて、ユーザーが購入後にアップデートされるプログラムに仕組まれているというわけです。ですからアメリカをはじめ EU 諸国ではその使用を禁止する法案などができ始めているわけです。当然日本においては工作にはまった親中議員がたくさんいますから、その対策は全くと言っていいほど実施されていません。デジタル大臣の体たらくは TikTok を使って政府広報しているというレベルの低さで世界中の笑い物になっていると思いますし、日本とのオフレコの会談などは怖くてできないと評価されていることでしょう。バカすぎます。日本において民間レベルで中国製アプリや通信機器の撲滅が難しい理由は、例えば中国製アプリで有名な TikTok は若い子たちの中でかなり浸透しており、それを使わないと仲間外れになるくらいの状況になってしまっているということです。なので海外のように法律で禁止するなどしないと難しいでしょう。このことが厄介な理由は、その中国製アプリや通信機器を使っている人を踏み台にして、例えば iPhone や日本製の携帯電話を使っている私たちにも被害が及ぶというところです。ちなみに国を挙げて反中国に舵を切っている国として有名なのがリトアニアという国で、国の規模は本当に小さい国なのですが、
犯罪国家の被害から国民を守るために中国製アプリや通信機器の使用を禁止したことを表明しました。当然嫌がらせをされましたが、ものの見事にかわしてしまいました。あの国は弱い者にはめっぽう強いので強権を振りかざしましたが、リトアニアの議員たちは見事でした。やはり日本の政治家にも国益や国民を守るための行動をしてほしいと切に願います。3については本当に気をつけないといけません。うっかり情報を発信すると狙われてしまいます。ちなみに私もこうして動画を作っていますが、音声は機械音声です。イントネーションや間合いを調整してなるべく自然になるように修正してお届けしています。それでも情報を発信しているというのはそれなりのリスクはありますが、何か自分にできることをしないと状況は何も変わらないので頑張っているというわけです。ほとんどの人が自分の声で情報を発信していますが、これからは悪用されることも視野に入れておかないといけないかもしれません。動画配信とまでいかなくても、SNS 上での音声データのやり取りまで気を配らないといけない時代というのは不便でしかありませんが、その対策としては、家族間では特に本人確認のための合言葉を決めておくと良いと思います。これはスパイ工作員が用いる方法の一つらしいのですが、何気ない会話から異常を伝えるというものです。例えば、なりすまし役 A が家族 B に電話をかけてきたとします。普段 A は朝食を取らないことを日常としていた時に、B が今日の朝ごはんは何食べたのと聞いたとします。そこでの会話で本物かどうかわかるというものです。このようなやり取りを数回やれば偽物かどうか、本人に何かあったかどうかの目安になるというものです。当然その取り決めのためのやり取りは SNS で行ってはダメなのですが、こうした工夫はこれからの時代を生き抜くには必要かもしれません。あとはそれらの理解と拡散を家族間で始めて、その流れを大きく膨らませていくということがいいと思います。これらのリストでできるところから対策することが被害に遭わないためのポイントとなります。いかがだったでしょうか。こうした理解が庶民の中で一人でも多くの人に広がることによって世論が生まれ、政治家は動かざるを得ないと思いますし、それらの法案の決議を阻む政治家を吊るし上げることにもつながっていきます。圧倒的多数の庶民の意識が世の中を良い方向に改善するものだと確信しています。私たちはこうして便利な生活がどんどん普及していますが、本当に便利なものか考えていかなければいけませんよね。前の動画でも取り上げましたが、IoT などはただ家族が危険にさらされる可能性が上がるだけで何のメリットも感じることができません。スマートフォンを使って玄関扉を開けられることが便利なのでしょうか。それが文明的なのでしょうか。物理キーで開ければ特に問題ないのではないでしょうか。スマートフォンをハッキングされたら全て悪意のある犯罪者のやりたい放題となります。結局今世界中で起きている危機的状況に全く関係ない人たちというのは、自給自足をしている非文明人と言われている人たちであり、そちらの方が幸せなのかもしれませんね。先ほどの IoT にしても中央デジタル通貨 CBDC にしても、結局は庶民を管理・監視するための便利なツールに過ぎません。もちろん平和利用が可能な技術であることは間違いありませんが、残念ながら現時点ではろくでもない輩たちの管理・監視ツールとして普及しようとしています。私たちはいかに狂った世の中で生きているかという理解を進めながら、これから迎える試練の年を乗り切って生き延びるしかありません。科学技術が平和利用される日が来ることを祈りつつ動画を終えたいと思います。最後までお付き合いありがとうございました。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、コメント欄へのご意見、ご感想の書き込みもいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。